れからお読みするのは夏目漱石の短編集「夢十夜」の中の一編第七夜です。漱石が描くこの物語は一見不思議で謎めいた夢の世界を旅するような感覚を呼び起こします。船に乗った主人公がどこに向かっているのかわからない状況でさまざまな出来事に遭遇しながら自分自身や世界に対する問いを投げかけていく内容です。この物語には人間の無力感や人生の中でふと立ち止まって感じる不安や孤独、そして時間の流れの中で私たちがどのように生きていくのかといった深いテーマが含まれています。でも重く考えすぎず、漱石独特の夢のような雰囲気を味わいながら耳を傾けてみてください。では物語の世界に一緒に入っていきましょう。何でも大きな船に乗っている。この船が毎日毎夜少しの絶え間なく黒い煙を吐いて波を切って進んでいく。凄まじい音である。けれどもどこへ行くんだかわからない。ただ波の底から焼け火箸のような太陽が出る。それが高い帆柱の真上まで来てしばらくかかっているかと思うと、いつの間にか大きな船を追い越して先へ行ってしまう。そうしてしまいには焼け火箸のようにじゅっと行ってまた波の底に沈んでいく。そのたんびに青い波が遠くの向こうで周防の色に湧き返る。すると船は凄まじい音を立ててその後を追っかけていく。けれども決して追いつかない。ある時自分は船の男をつらまえて聞いてみた。この船は西へ行くんですか？船の男は怪げな顔をしてしばらく自分を見ていたが、やがて「なぜ？」と問い返した。落ちていく火を追いかけるようだから。船の男はカラカラと笑った。そうして向こうの方へ行ってしまった。西へ行く日の果ては東か？それはほんまか？東出る日のお里は西か？それもほんまか？身は波の上、舵枕、流せ流せ。と生やしている。へさきへ行ってみたら、水夫が大勢寄って、太い穂綱をたぐっていた。自分は大変心細くなった。いつ、丘へ上がれることかわからない。そうしてどこへ行くのだか知れない。ただ黒い煙を吐いて波を切っていくことだけは確かである。その波はすこぶる広いものであった。際限もなく青く見える。時には紫にもなった。ただ船の動く周りだけはいつでも真っ白に泡を吹いていた。自分は大変心細かった。こんな船にいるよりいっそ身を投げて死んでしまおうかと思った。乗り合いはたくさんいた。大抵は偉人のようであった。しかしいろいろな顔をしていた。空が曇って船が揺れた時、一人の女が手すりに寄りかかってしきりに泣いていた。目を拭くハンケチの色が白く見えた。しかし体にはサラサのような洋服を着ていた。この女を見た時に悲しいのは自分ばかりではないのだと気がついた。ある晩、甲板の上に出て一人で星を眺めていたら、一人の偉人が来て天文学を知ってるかと尋ねた。自分はつまらないから死のうとさえ思っている。天文学などを知る必要がない。黙っていた。するとその偉人が金琉球の頂にある七星の話をして聞かせた。そうして星も海もみんな神の作ったものだと言った。最後に自分に神を信仰するかと尋ねた。自分は空を見て黙っていた。ある時サローンに入ったら、派手な衣装を着た若い女が向こう向きになってピアノを弾いていた。その傍らに背の高い立派な男が立って唱歌を歌っている。その口が大変大きく見えた。
けれども二人は二人以外のことにはまるで頓着していない様子であった。船に乗っていることさえ忘れているようであった。自分はますますつまらなくなった。とうとう死ぬことに決心した。それである晩、辺りに人のいない自分、思い切って海の中へ飛び込んだ。ところが、自分の足が甲板を離れて、船と縁が切れたその刹那に、急に命が惜しくなった。心の底から、よせばよかったと思った。けれども、もう遅い。自分は嫌でも追うでも海の中へ入らなければならない。ただ大変高くできていた船と見えて、体は船を離れたけれども、足は容易に水につかない。しかし捕まえるものがないから、次第次第に水に近づいてくる。いくら足を縮めても近づいてくる。水の色は黒かった。そのうち船は例の通り黒い煙を吐いて、通り過ぎてしまった。自分はどこへ行くんだかわからない船でも、やっぱり乗っている方が良かったと、初めて悟りながら、しかもその悟りを利用することができずに、無限の後悔と恐怖とを抱いて、黒い波の方へ静かに落ちていった。第七夜をお聞きいただき、ありがとうございました。この物語の主人公は、どこへ向かっているのかわからない船に乗って、ただ進んでいくという、夢のような不思議な世界を旅しています。船は波を切って進むけれど、果たしてその目的地はどこなのでしょうか。そうした疑問や不安が、この物語の大きなテーマの一つです。私たちもまた、この主人公のように、自分の人生という船に乗って、進む先が見えないまま毎日を過ごしていますよね。誰しも、未来がどうなるかわからないという不安や、迷いを感じたことがあるのではないでしょうか。目標に向かって進んでいるつもりでも、その道が正しいのか、あるいは何のために進んでいるのか、時にわからなくなることがあるかもしれません。第七夜の主人公もまた、そんな不安に悩まされながら、ある時は死を考えます。しかし、その瞬間に命が惜しくなる。これは私たちの内面的な矛盾を示しているように感じます。死のうと思いながら、いざその瞬間が訪れると、生きることへの執着が湧いてくる。まるで、人間の本能的な生命への欲望が浮かび上がるかのようです。また、太陽が波の底から現れてはまた沈むという描写は、時間の流れや自然の不可避なサイクルを感じさせます。主人公がその太陽を追いかけているのに、決して追いつかないという描写は、私たちが求めるものに決して完全に到達できないという人間の無力さを象徴しているようです。けれども、だからこそ、その追いかける過程に意味があるのではないでしょうか。皆さんは、この船の旅をどう感じられたでしょうか。私たちは日々、目指す目的地がわからなくても、進むことをやめることはできません。そして、その旅路の中で出会う出来事や人々が、私たちにとっての意味を持っているのかもしれません。人生もまた、この物語のように、不可思議な旅路の連続です。何が待っているかわからないからこそ、不安もありますが、それがまた面白さでもあります。漱石の描くこの物語は、私たちにそのことを改めて考えさせてくれる、深いメッセージを持っていると思います。
それではまたお会いしましょう。